海道も海外テックのこれまじミントです。一時ソースを実機で確かめる番組みなです。今日は DGX スパーク実機でまた新しい量子化モデルをガチに測ってきました。前に NVIDIA 公式の NVFP4 量子化を測った回があったよね。今日はアンスロースというところが出した別バージョンの話です。アンスロース公式は他の NVFP4 量子化より 2.5 倍速いという実績と毎秒 125.9 トークンという数字を公表しています。でも同じ DGX スパーク実機で実際に測ったら毎秒 11.28 トークンでした。 125.9 と 11.28、 この差が今日の確信です。これマジ全部見せて。そもそも今日のアンスロースって何をやってるところなの？量子化モデルを配布しているところです。今回動かしたのはベースはこのシリーズで前に測った回と同じくウェン 3.6 という 27B のモデルですが、圧縮の仕方がアンスロースの独自方式になっています。何も特別なことしてない。元の状態で測ったらどうだった？ DGX スパーク実機で実測して毎秒 11.28 トークンでした。3回計測した中央値です。あれ、前に測った 11.76 とほとんど変わらないじゃん。そうなんです。この理由は後の章でじっくり話します。まずはこの2つの量子化がどう違うのかを説明させてください。同じ NVFP4 っていう名前なのに中身は別物なの？別物です。前回の NVIDIA 公式版を一部の層は8ビットのまま残す設計でした。今回のアンスロース版はダイナミック 2.0 という独自の手法でどの層をどこまで圧縮するかをキャリブレーションで1層ずつ見極めながら決めています。同じ NVFP4 という名前でもその組み方の細かさが別物なんです。動かす環境も変えたの？変えました。アンスロース側が VLLM の新しいバージョンを要求していたので新しい UV 環境を作ってアンスロース公式ドキュメント通りの構成で動かしています。計測方法自体は固定に156トークン生成、3回中央値、初回応答時間は除外と前回と完全に同じにしてあります。さっきの 11.28 トークンってアンスロースが宣伝してる 125.9 と全然違うよね。違います。ただその 125.9 という数字、実はアンスロース自身が1台の B200 という GPU で測った数字なんです。 B200 って DGX スパークと同じようなものじゃないの？別物です。 B200 はデータセンター向けのはるかに強力な GPU です。しかもアンスロース公式が公表しているその 125.9 という数字、128並列、つまり128件のリクエストを同時に流しながら測った数字なんです。それって128人分をまとめて処理した合計ってこと？ここは私も確認するまで5回仕掛けたんですが、合計はまた別の数字で公式の表にはそちらも載っています。125.9 は大量に同時処理させている状態での生成速度で1件だけ動かした時の数字ではありません。例えるとどんな感じ？厨房が128人分の注文を同時にさばいているようなものです。厨房全体で作れる料理の総量はものすごく増えますが、1人のお客さんが自分の注文を受け取るまでの時間はそれとは全く別の話なんです。つまり測ってる状況そのものが私たちの使い方とは違うんだね。そうです。私たちが測ったのは DGX スパーク実機で1人が使う時の1リクエストあたりの生成速度です。 GPU の世代も同時に流しているリクエストの数も別なのでそのまま鍋で比べられる数字ではありません。じゃあ比べるならどれと比べるべき？同じ DGX スパーク実機、同じ1人利用という条件で比べるならこのシリーズで前に測った回の NVIDIA 公式版毎秒 11.76 トークンが同じ土俵の相手になります。今回の 11.28 トークンとの差は3回計測の中央値でマイナス 4%、今回の測定ではほぼ同程度と言っていい範囲でした。つまり DGX スパーク実機で1人で使う分にはどっちの量子化を選んでも元の速度はあんまり変わらないってことか。元の速度は前回とほぼ同じって分かったけど前回の主役だった MTP は今回どうなるの？同じ手法を足しました。起動フラグに同期デコード用のオプションを1個追加するだけです。3トークン先読みの設定も前回と同じです。結果は毎秒 18.49 トークンになりました。元の 11.28 トークンから見て 1.64 倍の速さです。ちゃんと速くなってるじゃん。でも前回は 2.42 倍だったよね。そうです。前回の NVIDIA 公式版は 11.76 トークンから 28.45 トークンまで伸びて 2.42 倍でした。今回は 1.64 倍で同じ手法でも伸び幅に差が出ました。モデルや量子化の設計だけでなく
動かしている VLLM のバージョンも今回は新しいものなので、どの要素がどれだけ効いたかまでは切り分けられません。ただ 1.64 倍も実際に速くなっているという意味では立派な成果です。ちなみにこの計測簡単だった？実は危うく間違った数字を出すところでした。 MTP が動いている時は複数のトークンが1個の通信の塊にまとまって届きます。それを知らずに届いた塊の数を単純に時間で割ったら毎秒 8.0 トークンという元の状態より遅い数字が出てしまいました。 MTP をつけたのに遅くなったように見えたの？例えると荷物が256個届いているのに届いた段ボールの箱の数だけを数えたようなものです。1箱に複数の荷物がまとまって入っていたので箱の数で計算すると実際より少なく見えてしまうんです。なるほど、荷物の数を数えるべきだったのに箱の数を数えちゃったってことか。そうです。決まっている生成トークン数の256を分子に使う正しい計算に直したら 18.49 トークンという数字になりました。この穴前にもあった話？このシリーズで前に測った回でも同じ罠に気をつけていました。あの時は最初からこの罠を避ける設計で計測スクリプトを作ってあったんです。今回は新しい環境向けにスクリプトを作り直した時にうっかりその罠を踏んでしまいました。自分のマシンでも本当にこの速度が出るのか気になったって人はチャンネル登録しておいてほしいのだ。毎回公表されている数字を実機で確かめる番組です。次に検証してほしい構成があればコメントで教えてください。アンスロースの公式ドキュメントには他にも気になる警告があったんだよね。あります。推奨されているフラグを使わないと2倍遅くなるという警告です。原因としてマーリンというバックエンドが名指しされていました。それ本当に起きるか試したの？試しました。推奨フラグを両方とも外して起動してみたんです。結果は毎秒 11.18 トークンでした。フラグをつけた時の 11.28 トークンと比べて差はマイナス 1%。3回計測の中央値でほぼ同じ数字で2倍遅くなる現象は再現しませんでした。警告通りにならなかったの？ありませんでした。サーバーのログを確認したら使っている VLLM のバージョンが自動でバックエンドを判定していて正しくフラッシュインファーというバックエンドを選び DGX、スパークのアーキテクチャも正しく検出していました。マーリンには落ちていなかったんです。これってアンスロースの警告が間違ってるってこと？そこまでは言えません。VLLM のバージョン差やその後の自動選択の精度向上などいくつか考えられる理由はあります。今回のバージョンでは再現しなかったというのが今回の結果です。じゃあもうあのフラグはつけなくていいってこと？今回の環境ではそう見えますがこれはあくまで今のバージョンでの結果です。将来また挙動が変わる可能性もあるので公式が推奨している以上フラグ自体はつけておく方が無難です。試してみないとわからないことってやっぱりあるんだね。そういえば同じ DGX スパーク実機でフラグ1個足すだけで MTP と置きレコードが 2.42 倍速くなった回前にもあったよね。この回もリンク出しておくので気になる人は見てみてください。結局アンスロースの量子化モデルって使う価値あるの？あります。元の生成速度は NVIDIA 公式版とほぼ同じですし MTP を足せば 1.64 倍という確かな速さの上乗せも出ています。量子化の仕組みそのものはちゃんと機能していました。さっきの 2.5 倍とか 125.9 トークンって数字は何だったの？数字そのものは事実です。ただその数字が測られた状況と DGX スパーク実機で1人が使う場面とでは前提が全く違ったんです。自分の DGX スパークで試すとしたらどっちを選べばいい？元の速度はどちらも同じくらいなので MTP でどれだけ伸びるかを見るならこのシリーズで前に測った回の NVIDIA 公式版の方が伸び幅は大きい結果でした。アンスロース版もきちんと動くモデルなので選択肢としては十分使えます。公式が出してる数字はそのまま自分の環境に当てはまるとは限らないってことだね。同じモデル同じ手法でも測るハードウェアと使い方が変わると数字も変わります。自分の環境で実際に測ってみる価値はそこにあります。公表されているベンチマーク数値自分でも試してみたいものがあったらコメントで教えて次の実測見逃さないでね。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。みなとミントでした。バイバイ。